こんにちは。今回はオーディオアンプのカップリングコンデンサーの静電容量や接続についてお話ししたいと思います。このチャンネルで一つ前に公開した004の動画でカップリングコンデンサーが必要な理由を説明して、自作のアンプにそのコンデンサーを追加して問題なく音が出るアンプを作ることができました。今回はこのカップリングコンデンサーについてもう少し深掘りして、どの程度の静電容量のコンデンサーを使えばよいのか、また極性のあるコンデンサーを使う場合にプラスとマイナスをどう接続すればよいのかなど、オーディオアンプを作るのに必要な知識をお話ししたいと思います。大事にしておられるアンプのコンデンサーの交換を考えておられる方などにも参考にしていただけると思います。この動画を見れば、カップリングコンデンサーの静電容量によりアンプの音にどのような影響が出るかがわかりますので、どうぞ最後までご覧ください。ではまず、前回の動画で作成したアンプの回路を確認することにしましょう。前回の動画では AC カップリングについて説明し、このシリーズの動画で作っているアンプの入力部分に47マイクロファラッドのカップリングコンデンサーを追加しました。これにより入力信号から直流成分 DC 成分を取り除き、交流成分つまり AC 成分だけがトランジスタのベースに入力されるようにしたので、バイアスがかかった音声信号を入力した場合でも音が出るようになりました。この回路では電子回路初心者のエレ吉がいくつかコンデンサーを付け替えてみて、その中から選んだ47マイクロファラッドのコンデンサーを付けていますが、オーディオ用と銘を打って販売されているコンデンサーの中には10マイクロファラッドとか、大きな容量のものでは1000マイクロファラッドなどの製品もあります。ではどの程度の容量のコンデンサーを使うのが最善なのでしょうか。それを考慮するために、静電容量が違うとカップリングコンデンサーを通過する信号にどのような違いが出るのかを調べてみることにしましょう。それを調べるために、コンデンサーをここに示す回路のように接続してオシロスコープで確認したいと思います。この回路では入力端子にパソコンからの音声信号を入力すると、コンデンサーで直流成分がカットされ、交流成分のみが通過して、その交流信号が10オームの負荷抵抗にかかります。コンデンサーの静電容量をいろいろ変えながら、この負荷抵抗の両端の電圧の波形を調べて、静電容量が変わると信号にどのような違いが出るのか、波形を見てみることにしましょう。今、入力端子の音声信号とその信号がカップリングコンデンサーを通過した後の信号を見ています。黄色で表示されているチャンネル1の波形が入力の波形で、青で表示されているチャンネル2がコンデンサーを通過した後の信号の波形です。現在入力している信号の周波数は 1kHz で、静電容量が47マイクロファラッドのコンデンサーが接続されています。入力信号には 1.6V 程度の直流成分が含まれていますが、コンデンサでその直流成分が取り除かれ、コンデンサーを通過した後の信号は 0V 付近を中心に振動していることがわかります。交流成分の振幅を見ると、入力はピークトゥピークで 990mV 程度ですが、コンデンサーを通った後では 800mV 程度になっていますので、負荷抵抗にかかる電圧は入力の約 80% 程度ということになります。このようにカップリングコンデンサー交流を通すとは言っても、全く信号を弱めることなく通すことはできません。ではこの47マイクロファラッドのコンデンサーを10分の1の静電容量の 4.7 マイクロファラッドに変えてみたいと思います。どうなるかを見てみましょう。今表示されているのはコンデンサーを 4.7 マイクロファラッドにした時の回路の波形です。4.7 マイクロファラッドでも
直流成分が取り除かれているのは同じですが、交流成分のピークトゥーピーク電圧は入力が 1.1V 程度なのに対し、コンデンサを通った後の信号は 320mV 程度になっていて、電圧比でいうと入力の3割程度の電圧となっています。先ほど確認した47マイクロファラッドの時は8割程度でしたから、コンデンサの容量が小さくなるとより信号が弱くなるということがわかります。ではさらに静電容量を10分の1にした0.47マイクロファラッドを試してみましょう。0.47マイクロファラッドではコンデンサーを通過した後の交流成分の振幅がさらに小さくなっています。入力のピークトゥーピーク電圧が 1.1V 程度であるのに対し、コンデンサーを通過した後の電圧はわずか 50mV 程度となっています。さすがにこれほど減衰してしまうとカップリングコンデンサーとして使うのは適切とは言えないかもしれません。ではここまででコンデンサーの静電容量の違いで信号がどのように変化するかも見てきましたけれども、さらに周波数が変わるとどうなるかについても見てみましょう。静電容量が同じでも入力に周波数の高い音が入った時と低い音が入った時でコンデンサーを通った後の信号が異なりますので、その違いに注目してください。今表示されているのは先ほど見たのと同じ47マイクロファラッドのカップリングコンデンサをつけた回路に 1kHz の信号を入力した時の入力とコンデンサーを通った後の信号の波形です。ではここで周波数を 1kHz から 10kHz に上げるとどうなるかを見てみましょう。今入力音声信号の周波数を 10kHz に上げた時の波形を見ています。波の横方向の間隔が詰まって周波数が高くなっていることがわかります。直流成分についてはこれまでと同じようにコンデンサで取り除かれています。交流成分については入力電圧がピークトゥーピークで 960mV 程度で、コンデンサーを通った後の電圧は 800mV 程度となっています。1kHz の信号を入力した時にもこれとほぼ同じ電圧でしたので、入力信号が 1kHz の時と 10kHz の時では違いがほとんどないということがわかります。では最初に見た 1kHz よりも低い 100Hz の音を入力して波形を見てみましょう。今表示されているのは入力音声信号の周波数を 100Hz に下げた時の波形です。周期が長く画面に1周期の波形が収まらないので波全体の波形が見えませんが、振動している様子は確認できます。ピークトゥーピーク電圧を見てみると、この後ろが画面に表示している部分のみを考慮しているためか、下に表示されている入力電圧の数値は 500mV 程度から 1V 程度までの間で変化しています。でも黄色い波形を見てみると1メモリ 500mV ですから、黄色い線の最大値と最小値を読み取って入力の振幅はだいたい 1V 程度であることが波形から読み取れます。コンデンサーを通過して負荷抵抗にかかる電圧も青い波形からすると 300mV 程度ですから、かなり電圧が下がっています。1kHz の信号を入力した時には 800mV 程度ありましたから、周波数が低いと急激に電圧が低くなることがわかります。これらから周波数が低い信号、つまり低い音はコンデンサーを通過しにくく、周波数が高い音はコンデンサーを通過しやすいということがわかります。ここまで見てみて、静電容量が小さくなると信号がコンデンサーで弱まってかなり電圧が下がってしまうということが分かりました。また静電容量が同じでも入力周波数が低い場合にはコンデンサーでかなり信号が弱まってしまうということも確認できました。このことを踏まえて
カップリングコンデンサーの静電容量をどうしたらよいかについて考えてみましょう。カップリングコンデンサーは直流を通さず交流を通すので、左に書いているようなバイアスがかかった直流成分を含む入力信号を入れると、右の波形のような交流信号のみの信号を取り出すことができるのですが、先ほどオシロスコープの波形を見て分かった通り、コンデンサーは交流を通すといっても全く減衰することなく信号を 100% 通すことはできず、信号が弱くなってしまうことは避けられません。信号が弱まる度合いについては、静電容量が小さければ小さいほど信号が弱くなり、また入力信号の周波数が高い時にはそれほど減衰しませんが、低い周波数の信号が入るとかなり信号が弱まってしまうことが分かりました。これらのことからコンデンサには交流信号を弱める要素、つまり直流における抵抗のような成分があり、その成分はコンデンサの静電容量によって変わるのはもちろん、周波数によっても変化することが分かります。抵抗の場合は電気の流れにくさは周波数によって変わりませんが、コンデンサでは先ほどオシロスコープで見て分かった通り、周波数が違うと信号の弱まり方が変わります。これは電流の流れにくさが周波数によって変化するということに他なりません。それでコンデンサの電流の流れにくさは周波数が関係する式で表されるはずです。この周期的に電圧と電流が変化する交流の電気の流れにくさをインピーダンスと呼びますが、コンデンサのインピーダンスは次の式で求めることができます。コンデンサのインピーダンスは F を周波数、C をコンデンサーの静電容量とすると 2πfc 分の1となります。例えば左下に書いたような回路を作り、10マイクロファラッドのコンデンサーに 1kHz の交流電流をつないだとします。この場合コンデンサーのインピーダンスは 2πfc 分の1ですので、この式の周波数に 1kHz の線を入れ、静電容量 C に10マイクロファラッド、10×10 のマイナス6乗を入れて計算した 15.9 オームとなります。ではこの式で求まるインピーダンスは何を意味するのでしょうか。右にあるグラフは左下に書いている回路のようにコンデンサーに交流をかけた時の電圧と電流の変化を書いたものです。このグラフを見て分かる通り、電圧が最大になる時に電流が最大になるのではなく、電流が最大になった後少し遅れて電圧が最大となります。このように波の変化のタイミングがずれていることを位相がずれると言いますが、コンデンサーではコンデンサーの両端にかかる電圧とコンデンサーに流れる電流は1周期の4分の1だけ位相がずれます。このグラフを見てみて、先ほど求めたインピーダンスが同じ時刻の電圧と電流の比でないのは明らかです。例えば電圧が 1V の時に電流が 0A となっているので、抵抗値を求める場合と同じように電圧割る電流を計算すると1割る0の無限大となってしまって 15.9 オームと一致しません。ではこの式で求めたインピーダンスは何なんでしょうか。それは位相を無視した電圧の振幅と電流の振幅の比となっています。右のグラフでいうと電圧と電流のピークは少しずれていますが、電圧の振幅の最大値は 1V で、電流の振幅の最大値は 0.0628A となっています。先ほど求めたインピーダンスはこの電圧と電流の比なのです。実際に計算すると、この最大電圧を最大電流で割った1割る 0.0628 は 15.9 となり、先ほどの式で求めたインピーダンスの値と一致しています。2πfc 分の1で求めたコンデンサのインピーダンスとは
このように交流の電圧の最大値と電流の最大値の比に等しいのです。このコンデンサーのインピーダンスの式では、パラメータである周波数 F と静電容量 C が分母に含まれていますので、インピーダンスは周波数や静電容量に反比例することになります。直流は周波数が0ですから、この式の F に0を代入すると直流をかけた時のインピーダンスが求まりますが、その時のインピーダンスは無限大となり、電流は流れません。そして周波数が高くなるにつれてインピーダンスが小さくなって電流が流れやすくなります。さらにコンデンサの静電容量についても同じで、静電容量が大きいほどインピーダンスは小さくなりますので、交流を通すという目的であれば、容量が大きいコンデンサを用いた方が信号を通しやすくなり有利です。例として静電容量と周波数をいくつか選んで、コンデンサのインピーダンスがどうなるかを計算して表にしてみました。この表を見ると、10マイクロファラッドを用いた場合には、信号の周波数が 30kHz の時には 0.53 オームとインピーダンスは非常に小さいですが、周波数が 100Hz の時には159オームとかなり大きな値になっています。このように周波数が低い領域ではコンデンサのインピーダンスが大きくなる傾向が顕著です。また静電容量についても、周波数が 1kHz の時には10マイクロファラッドでは 15.9 オームですが、1000マイクロファラッドではインピーダンスは 0.159 オームと非常に低くなります。周波数によってインピーダンスがどうなるかをグラフに書いてみると次のようになります。このグラフは横軸に周波数、縦軸に電気の流れにくさを表すインピーダンスを取ったグラフです。このグラフを見ると一目瞭然ですが、コンデンサのインピーダンスは周波数が高い時にはとても小さいですが、周波数が低くなるにつれて大きくなり、低い周波数領域では急激にインピーダンスが増加して電流が流れにくくなります。また緑色の線で書かれた100マイクロファラッドのインピーダンスの方が、青色で書かれた1マイクロファラッドのコンデンサより低くなっていることから分かるように、容量が大きいほどインピーダンスは低くなることが見て取れます。それで AC カップリング、つまり交流を通すという目的でコンデンサを使う場合には、信号が減衰しないようにするため、ある程度静電容量が大きなコンデンサを使った方が良いことになります。特に周波数の低い領域ではこの傾向が顕著ですので、低音が十分に出るようにするためには静電容量が大きなカップリングコンデンサを選んだ方が有利です。ではコンデンサーはこのように周波数が低くなるにつれて信号が通過しなくなっていくわけですけれども、何ヘルツまでが通過し、何ヘルツからは通過しないと考えるのが妥当なんでしょうか。これを考えるために一般的な指標として遮断周波数、カットオフ周波数という値が定義されています。カットオフ周波数とは、通過する信号の電力が最大電力の半分になる周波数のことです。例えば今回考えている AC カップリングの回路では、周波数が高いとインピーダンスが小さいので電流が流れやすく、周波数が低くなるとインピーダンスが大きくなって電流が流れにくくなります。それで通過する電力はこのグラフの赤線のようになります。このグラフから分かるように、周波数が高い領域ではほとんどの電力が通過するようになって、通過する電力は入力の電力に近づき、このグラフのように平坦になります。この平坦なところの電力がこの回路を通過する最大の電力となります。そして周波数が下がるにつれて徐々に通過する電力が減っていきますが、
その電力が最大電力の2分の1になる周波数をカットオフ周波数、日本語で遮断周波数と言います。このカットオフ周波数を通過する周波数と通過しない周波数の境目と考えることができます。カップリングコンデンサーを選ぶ際には、このカットオフ周波数を決め、その周波数を通す静電容量のコンデンサーを選ぶということになります。例えばピアノで出せる一番低い音は 27.5Hz ですが、この周波数の低音が減衰することなく出るアンプを作りたいのであれば、カットオフ周波数が 27.5Hz 以下になる大きな静電容量のコンデンサーを使えばよいということです。でもカットオフ周波数をあまりに低く設定しても、人間の耳は一般に 20Hz 程度以下は聞こえないと言われていますし、低音がほとんど減衰しないようにしたとしてもあまりわからないかもしれません。容量が大きければコンデンサのサイズも大きく、値段も高くなりますので、それらのことも総合的に考え合わせてカップリングコンデンサーの静電容量を決めることになると思います。ここまでで AC カップリングコンデンサーの静電容量を決めるにあたって、通過させたい周波数の限界であるカットオフ周波数を決めて、その周波数の信号を通す静電容量を求めればよいということをお話ししました。では、このカットオフ周波数からコンデンサーの静電容量を求めること、つまり何マイクロファラットのコンデンサーを使えば何ヘルツまでを通すことができるかを求めるにはどうしたらよいのでしょうか。これを得るにはトランジスタの入力インピーダンスなどを求め、 CR ハイパスフィルターの遮断周波数を計算すればよいのですが、この計算は少し煩雑で説明が長くなりますので、今回は電子回路シミュレーションを行うソフトウェアを用いて求めてみたいと思います。電子回路シミュレーターとは、コンピューター上で回路の動きを確認することができるソフトで、これを使えば実際に回路を作ってオシロスコープで波形を見る代わりに、どのような信号を入れたら回路がどのように動くかをコンピューターで計算して回路各部の波形を見ることができます。またそれだけではなく、入力の周波数を変えると動作がどう変化するかなど様々な解析をすることができます。今回は LT スパイスという無料で使える回路シミュレーターを使って回路を解析したいと思います。LT スパイスはアナログ回路の動作を確認するのに非常に有用なツールですので、この使い方についてはまたいつか別の機会に詳しく説明したいと思いますが、今回は僕が LT スパイスを使って今作っているアンプを解析する様子をお見せしながら概要だけをお話ししたいと思います。視聴してくださっている皆さんにも、ここで僕がやっているのと同じことを実際に試していただけるように、この動画で使っている LT スパイスの回路図ファイルのリンクを動画の説明欄に書いておきますので、シミュレーションをご自分でやってみたい方、そのファイルをダウンロードして試してみてください。まず LT スパイスの入手方法ですが、Google などで LT スパイスという検索キーワードで検索するとすぐに見つかります。見つかった LT スパイスのサイトから LT スパイスをダウンロードしてインストールすればすぐに使えるようになります。無料でこのようなソフトウェアを提供してくれていることは本当にありがたいですね。この LT スパイスを使ってエレキチのアンプの回路の周波数解析をして、高い音から低い音までの周波数の異なる信号がどの程度減衰するかを確認してみることにしましょう。回路のシミュレーションをするには当然ですが、まず解析する回路を入力する必要があります。回路図エディターの画面で抵抗、コンデンサー、トランジスタなどの部品、そして電源と音声信号の信号源を置きます。スピーカーについては今回は簡易的な方法として8オームのスピーカーの代わりに
8オームの抵抗を使うことにします。そしてパーツを配置したら、次にそれらを線でつないで回路を入力していきます。また各パーツには抵抗値や静電容量などの定数を入れます。厄介なのがトランジスタです。トランジスタは素子ごとに特性が異なるので、スパイスモデルと呼ばれる素子の特性を表す情報が必要です。よく使われるトランジスタのモデルは LT スパイスに標準で入っているのですが、今回のアンプで使っている TTC5200 については残念ながらデータが入っていません。でも幸いメーカーの東芝が TTC5200 のスパイスモデルを提供していますので、それを使うことができます。インターネットで TTC5200 スパイスモデルというキーワードで検索すると見つかると思います。東芝のサイトでは LT スパイス用のスパイスモデルも提供しているのですが、今回は回路図ファイルの中にディレクティブとして書くだけで使えるテキスト形式のモデルを使いたいので P スパイス用のものを使います。この例では P スパイス用の ZIP ファイルに含まれている ttc5200.lib というファイルにある TTC5200 のモデルの記述をコピー&ペーストして回路図のファイルの中に書き込んで使用しています。回路の入力が終わったら、どのようなシミュレーションをするか指示するシミュレーションコマンドを書き込みます。今回は交流解析を行って 10Hz から 30kHz までの信号を入力したときに、回路の各部の信号の強さがどうなるかをシミュレーションしたいので AC アナリシス AC 解析のコマンドを設定します。これでシミュレーションできる状態になりました。それではシミュレーションを実際にやってみましょう。 Run のアイコンをクリックすると LT スパイスは回路の動きを計算します。処理が終了したら回路図の結果を見たい箇所をクリックしてシミュレーション結果を表示させます。今回は入力信号に対するカップリングコンデンサーを通った後の信号の減衰量を見たいので、コンデンサーの右側の配線のところをクリックします。すると解析結果のグラフに2本の線が表示されます。2つとも同じ緑色なので分かりにくいですが、少し濃く見える実線の方がゲイン、つまり入力に対する信号の増幅度あるいは減衰量で、少し薄く見える破線の方は位相特性です。今回このうちの実線の方のゲインの曲線の方を使います。この線は先ほどカットオフ周波数について説明した際に見たグラフと同じ横軸に周波数、縦軸に信号の電力の減衰量を取ったグラフで、周波数ごとにどの程度信号が減衰するかを示したものです。左側の縦軸を見るとデシベルという単位が使われています。このデシベルとは何かについては今回詳しくは説明しませんが、電力が増幅も減衰もせず入力と同じ、つまり1倍であるのが0デシベル、電力が2分の1になるのが約マイナス3デシベルです。表示されているグラフを見ると、先ほど説明した通り周波数が低いところでは信号が減衰し、周波数が高いところでは0デシベルですので、ほとんど減衰なく入力信号が通過しています。そして電力が最大電力の2分の1になるところ、つまりマイナス3デシベルになるのはだいたい 230Hz ぐらいです。これがカットオフ周波数となります。先ほど入力した回路のカップリングコンデンサーの容量は今47マイクロファラッドとなっていますので、この回路で47マイクロファラッドを使った場合には 230Hz 以上の周波数を通すとみなすことができます。
ではカップリングコンデンサーを10マイクロファラッドにしてみましょう。回路図のコンデンサーの定数を47マイクロファラッドから10マイクロファラッドに変更して再度シミュレーションしてみます。3デシベル下がるのは 1kHz あたりです。1kHz というと耳に十分聞こえる範囲の音ですので、この周波数以下の信号が弱くなるアンプは少し残念なアンプです。ではコンデンサーを100マイクロファラッドにしたらどうなるでしょうか。3デシベル下がるのは 100Hz 付近です。これならかなり低音まで出そうです。LT スパイスでシミュレーションしてみて、電子回路初心者のエレキチが選んだ47マイクロファラッドのカップリングコンデンサーでは、カットオフ周波数が 230Hz 程度になることが分かりました。このシンプルなアンプのためには、これでもまあ良いかもしれませんが、少しだけ欲張って 100Hz 程度まで通過させるために100マイクロファラッド程度に変更することにしたいと思います。今回作っているアンプでは 100Hz 程度までの低い音を出そうと思ったら100マイクロファラッドという非常に大きな静電容量のコンデンサーが必要ですが、必要なコンデンサーの静電容量はトランジスタの入力インピーダンスによって異なってきます。それで100マイクロファラッドを使えば 100Hz 程度まで通るというわけではないということを覚えておいてください。ではここまででカップリングコンデンサーの静電容量について考えてきましたので、次に極性のあるコンデンサーを使う場合のコンデンサーの向きについて考えてみたいと思います。カップリングコンデンサーとしてはよく極性のある電解コンデンサーが使われますが、その場合プラスとマイナスの向きはどのようにすればよいのでしょうか。一つ前の004の動画でこの回路を考えた電子回路初心者のエレキチは AC カップリングのための電解コンデンサーの向きを適当につけて入力端子側をマイナス、トランジスタのベース側をプラスにして取り付けていました。極性があるものをこのように適当につけて良いのでしょうか。ダメです。極性があるコンデンサーは必ず方向を考える必要があります。それに加えて定格電圧、対圧、つまりコンデンサーに何ボルトまでかけて良いかも考慮してコンデンサーを選べなければなりません。ではこれらについてこれから考えてみましょう。まず極性についてですが、極性のある電解コンデンサーの取り付け方向を間違って逆電圧がかかってしまうと静電容量が低下したり、内部で電気分解が起こってガスが発生して破裂する恐れもあります。それで極性のある電解コンデンサーなどを使う場合には本当に気をつける必要があります。ではどのように方向を決めればよいのでしょうか。それは回路からコンデンサーにかかる電圧を考えて片方が必ず高くなるということが分かる場合には高くなる方をプラス、低くなる方をマイナスとします。そしてもしコンデンサーの両極のどちらの電圧が高くなるかわからない場合には極性のあるコンデンサーを使用することはできません。ではコンデンサーの極性をどうすればよいかについてこの回路を例に考えてみたいと思います。この回路では音声信号の入力部分と出力となるスピーカーの部分にカップリングコンデンサーがついています。このスピーカーにつながっている方のコンデンサーについてですが、コンデンサーの2つの端子のどちらの電圧が高くなるでしょうか。 5V の電源から10オームを通って470マイクロファラッドのコンデンサーと8オームのスピーカーを通ってグラウンドに至る並回路について考えると、電圧が最も高いのは電源のプラス側の 5V で、次に電圧が高いのが10オームの抵抗の下とコンデンサーの左側をつないだ部分です。そしてコンデンサーの右側と
スピーカーの上側をつないだ部分が来ます。直流だけ考えるとコンデンサーに電流は流れませんので、コンデンサーの右側はほぼグラウンドの 0V となると考えられます。ということは470マイクロファラッドのコンデンサーでは左側の端子の電圧が右側の端子よりも必ず高くなります。それでここには極性のあるコンデンサーを使うことができ、その場合電圧の高い左側をプラスにして接続します。ではもう一つのコンデンサー、入力側についている47マイクロファラッドのコンデンサーについて考えてみますと、これについてはコンデンサーの右と左のどちらが電圧が高くなるでしょうか。片側が外部機器と接続されるので、このコンデンサーについてはどちらの電圧が高くなるかは分かりません。大抵の場合、外部機器の出力側にはカップリングコンデンサーがついているので、0V を中心にした振幅の小さい交流信号が入ってくることになるので、電圧を 0V とみなして良い場合が多いとは思いますが、一つ前の004の動画で音が出なかった USB オーディオインターフェースのようにバイアスがかかった信号が来ることもあり得るので、極性のないコンデンサーにしておく方が安全です。それでこの部分は極性のないコンデンサーを使用することにします。それからコンデンサーを使うときには極性だけでなく耐圧にも気をつける必要があります。コンデンサーにはメーカーが指定した耐圧、つまり耐えられる電圧が決まっています。販売されているコンデンサーには通常この表記の例の100マイクロファラッド 25V のように静電容量と耐圧が書かれています。場合によっては80度のように温度が指定されている場合もあります。コンデンサーを使用するときにはこの耐圧を超える電圧がかからないようにする必要があります。そうしないと逆電圧をかけた場合と同じく発火や破裂の恐れもありますので注意が必要です。高温な環境で使用する場合には温度についても同様に範囲内に収まるようにします。耐圧はメーカーが余裕を見てメーカーが指定した耐圧以上でも使えるように作っているとは思いますが、ギリギリの電圧より余裕を見た方が安全です。かかると思われる電圧の 20% 増し程度から2倍程度を見るという人もいます。いずれにしろこの電圧を超えないようにしましょう。通常電源電圧以上の電圧がかかることはないので、今作っているエレキチのアンプで使うコンデンサーの耐圧は電源電圧の 5V 以上のものを選ぶと良いと思います。ここまでカップリングコンデンサーの選び方や極性について考えてきましたが、この回路は今回考慮したことを反映させて調整を加えたものです。この回路ではカットオフ周波数を下げるためにカップリングコンデンサーの静電容量を100マイクロファラッドに変更し、極性のあるコンデンサーを極性がないコンデンサーに変更しました。回路には記していませんが、僕は耐圧が 25V のコンデンサーを使ってアンプを作っています。これでより安全に使えるアンプとなり、理論上は 100Hz 程度の低い音まで出るアンプとなりました。今日は AC カップリングのためのコンデンサの静電容量をどのように決めたらよいのか、また極性があるコンデンサを使う場合に接続の向きをどうすればよいのかについて考え、エレキシのアンプを修正することができました。これで少し安心して使用できるアンプとなりました。今 BGM で流している音楽は今回作った回路のアンプで出力した音を使っているのですが、実際に音を聞いてみるとやや歪みがあって音が悪く、特に音を大きくした時にその問題が顕著であることがわかります。この音を改善する方法としてネガティブフィードバック、負機感をかける方法があります。実は部品点数は同じで
接続を1箇所変えるだけでフィードバックをかけて音をかなり良くすることができます。次の動画ではその方法について説明しますので、ぜひチャンネル登録して次回の動画もご覧ください。ご視聴ありがとうございました。